サリュー皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今日やっていくのはこちら、リクエストいただいておりましたソースアメリケーヌ、これをやっていきたいと思います。甲殻類を使ったソースのことです。非常に濃厚なソースです。今回はお家で簡単に再現しやすいようなやり方で紹介していきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。それじゃあまずエビの掃除をしていきます。でエビこれ先っぽとかが結構尖ったりしてて刺さりやすいんで、それ気をつけてください。この頭のところこうやってそっと外すと簡単に外れるんで、こんな感じで取ってあげてください。細かいことを言うと、ここね、砂袋ついてるんで、この口と砂袋みたいな、こうエビもやっぱこう食べ物食べるんで、頭があって裏側、この口の部分、ここにちょうどついてたりするんで、エビの頭外すと、この身ともなんか殻とも言えないちょっと柔らかい部分があるんですけど、ここも外してあげます。もうそっと引っ張るだけでいいです。この時にね、背わたとかも取れてくるんで、あとはこれも剥くだけです。今いろんな剥き方あるんですけど、そっと引っ張れば剥けます。はい、こんな感じですね。先っぽがこうなんてテローンってこう垂れてるんで、整えるために軽くカットします。でこれはソースに回しちゃいます。この端材の部分。さっき掃除し終わったエビの殻はさらに細かくできるんであれば細かくした方がいいです。短時間で味が出やすいっていうのもあるんですけど、なんか、今まで僕がやってて思ったのは、エビの殻ってこういう風になんかウィーンって曲がったりしてるじゃないですか。なんでこのね、内側が炒めづらいんですよね。リングみたいになってウィーンってなって、わかります？このウィーンっていう感じですね。ここをやっぱこうしっかりとこんな感じでさっきから僕がこうチョキチョキかっさばいてたハサミなんですけど、これ万能バサミなんですけどね、これむちゃくちゃ使いやすくて、魚の骨とか断ち切ったりとか、鳥の骨とかね、これで断ち切ったりするんですけど、正直これないと、これ使ったらもう他の調理バサミ使えないぐらい使いやすいです。握りやすいし、切れ味もいいし、で結構これ使ってるシェフの方多いんじゃないかなって思いますけどね。僕大体調理場に導入するのこれですね。よし、じゃあ炒めていきます。ちょっと深い方がやりやすいかもしれないですね。この香味野菜なんですけど、割合としては、人それぞれあるのかもしれないんですけど、僕が決めてるのは、例えばこのエビの殻だったら、エビの殻の総量に対してだいたい3割ぐらいの香味野菜です。で、その3割の中の内訳は、3対玉ねぎ3、人参2、セロリ1、だいたいそれぐらいで決めてます。アメリカンソースだけの話ではなくて、例えばフォンドボーだったりとか、フランス料理だと他にはジュードボー、ジュードブッフとかいろんなソースがあるんですけどね、その時の野菜の割合っていうのは総量の何かに対して3割っていう風に大体決めてます。でしっかりとこう鍋を熱してあげてください。鍋の温度がエビの殻入れた時に下がっちゃうと炒めづらいし、こう蒸れた感じの匂いが出ちゃうんですよね。なので結構もうすごいですね。もうコモコになっちゃってますけど、ちょっとやりすぎてるな。はいか、こう。で、この時のポイントは、とにかくしっかりと炒めることです。よく言われるのは、こう半端な炒め方だとアンモニア臭がエビの殻から出てきちゃって、こうやっぱ仕上がりとして良くなくなっちゃうんで、しっかりと炒めること。でこれレストランとかでソースアメリケーヌだったり、ビスクを仕掛けるときに使うのが大体オマールの殻が多いんですよ。
でオマールの殻ってもっと大きくてもっと硬いんで、なおのことさっき言ったように細かく事前にハサミとかで切っておかないと味が出づらいっていうのがありますね。でこんな感じでゴムベラでやっぱりできないんですよ。木の綿棒とかでこう叩きながら潰しながらやる人もいますし、僕も実際そういう風にやる時もあるんで。で今いい感じに炒まってきたんですけど、オマールエビだったらなんだろう、火が入ると殻にすごい赤みがかった色が出てきて、こう炒まってるなっていうのが分かるんですけど、赤エビってスタートから赤いんで、じゃあ赤エビの時はどうやって判断したらいいかっていうと、香りですね。分かりやすく言うとですよ、ちょっと安っぽいんですけど、カッパエビせんみたいな香りがこう立ってくるんですよ。そうするとうまく殻がねこう炒まっていい感じになってくる合図ですね。今もうまさにこの中はカッパエビせんです。ここからこの鍋洗わないで、旨味がねこびりついてるんで、これで野菜を炒めていきます。いやこれ見てね、またいやジョージまた焦がしとるやんけど思った人絶対いると思うんですけど、これまだ焦げてないんですよ。ギリギリなんでしょう、お焦げお焦げというか美味しい状態なんです。これは言ってみれば信じてください。じゃあバターを入れて、オリーブオイルでもいいんですけど、僕ここからはバターにして、こうバターの甘さっていうのを使って、野菜炒めていきます。アメリケーヌだったりビスクの時はさっきの香味野菜入れていきます。こう野菜の水分を使ってうまくこの旨味、鍋の底についた旨味っていうのをこそげ落とす感じですね。こうある程度こそげ落としてこれて、野菜にも程よく火が入ってきたら、ここでトマトピューレ、トマトピューレだったりトマトペーストどっちでもいいですね。これは加えていきます。だいたい 100g ぐらいですね。なんでこの瓶の半分。あれ出ない。でこのトマトを加えて、しっかりとこのトマトの酸味っていうのをここで揮発させます。でそれで3分ぐらいじっくりと炒めて、こうトマトのねペーストが、トマトピューレがしっかりと野菜にまとわりついてきたぐらい、これで野菜の甘み、トマトの旨みっていうのと、このエビの殻から出たエキスっていうのが一体になってきます。今程よく合わさったんでブランド入れます。だいたい 30cc ぐらい。もうちょい入れようかな。40ぐらいですね。40cc ぐらい。で白ワイン 15cc。アルコールが十分に飛んだところで水を加えます。で沸いてきたんで、しっかりとアクを取ってあげます。それである程度アクが取れたらローリエ。ということで水分の量もだいたい3分の1ぐらいになって、味もね多分そろそろ出てきてますね。美味しい。ただなんか思ったよりも赤みが出なかったな。うまい。すでにうまい。ビューッと押してエキスを絞り出してあげた方が美味しい液体が下に出てきます。これがほんとカツカツになるまでこう絞り出せっていうシェフの下で働いてる方、さぞ大変な思いされてると思うんですけど、ざっと押しても液体がほぼ出てこなくなったなって思ったらやめてもらっていいと思います。
もうかなり味もいいんですけど、まだちょっと濃度が足らないんで、またこれを鍋に移して適切な濃度のところまで煮詰めていきます。これだとスープぐらいですよね。スープとしては美味しいんで、なのでまさにこれはビスクの状態ですね。ここからソースアメリケーヌ、煮詰めてアメリケーヌに仕上げていきます。今回バターだけで濃度を少し加えていこうと思います。で今程よくもう濃度ついてきましたね。これぐらいになればすごいいい感じじゃないかなと思います。食材にもちょうどこう乗っかるような濃度。味どうだ。うまし。あとは仕上げにエビをソテーして、でソースかけて完成っていう感じになるんですけど、この今エビはクミンかけてソテーしていく予定なんですけど、エビとかビスクのソース、アメリカのソースって、こういうクミンだったり、あとカレーをベースにしたパウダーとかがすごくよく合うんですよね。で仕上げにニンニク少し端っこでバターを溶かして、そこでニンニクを炒めるような感じ。うまそう。ボナペティ。いただきます。これうましすぎるでしょうが。うまし。生のままよりもやっぱこう素材感が色濃く出てる感じ。ガツンとしたこの香りと旨味、すごく鼻から抜ける香り、めちゃくちゃうまいです。ソースで食べさせる、ソースでエビを食べさせてる感じ。このエビの殻だけでこんだけの味が出せるっていうのは、こう一回作って体感してみるとすごいなってやっぱ改めて思えるはずです。ちょっと残りはパンでも浸して食べます。もうエビ好きは再現待ったなしです。それじゃあそろそろ時間がやってきたので、また次回の動画でお会いしましょう。アビアント。